はい、こんにちは。今回はタミヤさんから突然再販された待望のマシン作っていこうと思います。それがこちら、はい、トンマツダ 787B。1991年ル・マン24時間レースで初の日本メーカー総合優勝、さらにロータリーエンジン車としても初の総合優勝というですね、モータースポーツ史上に語り継がれる伝説のグループ C レーシングカーですね。実車は今でも動態保管されてて、マツダファンフェスタとかサーキットでやってるイベントとかで実際に走ってるとこを見れたりするんですけれども、甲高い4ローターロータリーエンジンの音がマジで気持ちいいので、ぜひ見に行っていただきたい。私もですね、この車が大好きで何度か見に行ってるんですけど、これは見ると確実に幸せになります。そしてそんな名車の RC モデル、過去にタミヤさんから発売してたっていうのは知ってたんですけど、プレミアムな価格になってなかなか手を出せずにいたところ、まさかの再販。これは買うしかねえぜってことで速攻買ってきた次第であります。ということで早速こちらを開封して組み立てていこうと思います。でくシュッパカ話でそう。じゃあ出していこうかね。まずは箱が2つ。これは後で開けよう。ここに全部入ってる。開けていこう。C カーの特徴といえばね、やっぱこのパーツの少なさ。それぞれ見ていくと、メインシャーシとギアケース、ロールケージとアクスル、フロントのアームとスペーサーとかの細かいパーツ類、ボディマウントとリアウィングステー。メインの実施パーツはこれだけ。次に箱。まずはこっち開けようかな。パカッ。タイヤ、このスポンジのね、いい感じなやつ。こっちがフロントでこっちがリア。ウイングの翼端板とボディポストのボディ守るやつ。この下にはサーボセーバー、ホイール。このね、フロントのエアロディッシュがかっこいいよね。黄色いダンパー。これはちょっと変えたいかもね。こっちも黄色いダンパー周りのパーツ。スパーギア。ダイレクトドライブだからね、ギアはこれだけ。こっちの箱は終わり。続いてこっちのかっこいい箱も開けていこう。パカー。見にくい。全部出そう。パーツバッグは組み立て順に A、B、C。A は主にフロント周り、 B はリア周りと駆動系、 C がダンパーと仕上げに使う系。この無印の袋はボディ系だね。で C カーといえばやっぱこれがかっこいいよね。フロントプレートとロアプレートと T バー、そして最後にモーター、スポチュン付属、そしてメインの箱にステッカーと説明書。ではお待ちかね、ライトインナー。次こそウイング。ボディヒーター今の4ローターロータリーサウンド。てかね、塗らなくてもこのポリカの透明な状態で美しいってもう罪だよ。かっこよすぎない？でね、こういったところもね、最初から切ってくれてるし親切だよね。いやー、もういいかな。いいよね。はい、いただきます。まずはフロント周りから今回はタップ切らせていただきます。作っていこう。シーカーってほんとここだけでも美しいよね。そして早くもサーボが出てくるよ。で、今回もハイトルクサーボセーバー。それとですね、前回の動画のハイトルクサーボセーバー組む時に使ってる工具何ってコメントいただいたんですけど、これです。アストロプロダクツのロックリングプライヤー。実車のドライブシャフトのシーリングとか外す時に使うやつですね。はい。サーボホーンはおそらくこの形でいけると思う。
さあ、あとはタイヤホイールをつけたらシャシは完成。ただホイールも塗ることになってるので、せっかくかっこいいからね、塗りましょう。はい、マスキングができました。貼る部分は多いんですけど、直線的なデザインなんでそんなに難しくはないかな。で、マスキングのお役立ちアイテムって言ったらちょっとあれなんですけど、このタミヤから出てる曲面用マスキングテープ、これを使うと割とボディラインにも合わせやすくて、縁取りだけこれを使って、あとは中を埋めるように通常のマスキングテープを貼っていけばやりやすいかなと思います。ただこのマスキングテープはちょっと厚みがあって、重なる部分はしっかりと隙間がなくなるようにピンセットの先端とかで押し付けてあげないと隙間から塗料が入っちゃったりするので、そこを気をつけつつ、引っ張りながら貼るとマスキングが伸びて波打ってしまったりするので、ラインの上に置くように優しく貼っていくっていうのがポイントですね。あとはこのプレペイントクリーナー、ポリカーボネート用、塗料がはみ出しちゃった時のためにこれも用意しておくと心に余裕が生まれるかなと思います。ということで塗っていくよ。逃げちゃった。はい、完成しましたよ。くっそかっこいい。以外の言葉が出てこねえ。いやー、これはね、かっこいいですよ。正直もうかっこいいが全てで喋る必要性を感じないんですが、少しだけね、真面目に喋りますとね、シャーシ自体は再販シーカーシリーズの先陣を切って出てきた C11 と基本は同じ。組み立て自体は工程も少なくて短い時間で悩まず組める印象なんですけど、ちょっとこの2台比べてみると、こっちが C11 でこっちが 787B。デザイン面はさておき、大きな違いはオイルベースですね。組み立てに使用するパーツの違いで若干ではあるんですけど、 C11 の方がホイールベースは長めになってます。あとは初期の車高くらいなので、少し組み替えちゃえば C11 と同じ仕様にすることも可能です。とはいえこのシーカーシャーシ、簡素な作りをしてる割に奥深いのも特徴で、少しの変更がめっちゃ走りに現れるので、組み立て時のギアケースの歪みはできるだけないように組んで、ダンパーの硬さはもちろん T バーの締め具合とか車高とかですね、変更箇所一個一個にしっかり反応するので、ちょっとシビアに組み立てておくとセッティングによる変化もすごく感じやすくて楽しいシャシだと思いますので、ぜひですね、持ってない方は体感してみていただきたい。そして塗装について、マスキングを貼る面積は大きいながらも細かい塗り分けは少ないので、そんなに難しくはなかったですね。強いて言うと、サイドの凹凸部分だけ気をつけていただいて、なおかつプレペイントクリーナーを持っておけば問題ないかと思います。ただちょっとステッカー貼りが大変、めっちゃ多いので。でもこれはやっぱりね、完成した瞬間の満足度はスーパー高いですよ。デカール表面の質感にもタミヤさんらしいこだわりが感じられるので、説明書通りで素晴らしい一台が出来上がる、さすがタミヤさんっていうキットでした。なのでそんな難しいことを考えなくてもですね、コレクターズアイテムとして購入しちゃってもいいんじゃないでしょうか。このサイズの 787B が目の前にあると本当にテンション上がりますね。ということで、この子もいい感じに見えるとこに飾って眺めつつ、そーっと走らせて楽しんでいこうと思います。 787B ごちそうさまでした。終わりー。